ので方は特に要注意です。はい、どうもこんにちは。ステップスポーツ福岡店店長の宮根です。最近さらに暑くなりましたが、帰宅ランやっと再開いたしました。この暑い夏を乗り越えるためにウエストポーチ専用のボトルを購入しました。熱中症対策、皆さんやっぱり気をつけないといけませんので、水分補給をこまめに一緒に頑張っていきましょう。本日は人気沸騰中のマジックスピード4の紹介です。カーボンシューズの導入用やサブ 3.5 の方へ向けたレースシューズなどと言われていますが、あくまでもそれは男性目線の話であり、女性が履いても同じなのか、そんな疑問を実際にサブ 3.5 を達成した私宮根が掘り下げていこうと思います。1、簡単な商品紹介と前作との比較。2、女性ランナーが練習で使用するタイミング。3、レースでの使用はありかなしか。以上3点を全て女性目線で話していこうと思います。女性だけではなく、筋力に自信のない選手や小柄な選手にも当てはまると思いますので、ぜひそういった方も見てってくださいね。それでは本編へレッツゴー。それではまず簡単な商品紹介と前作との比較からやっていきます。アッパーはモーションラップアッパーからエンジニアードメッシュに変更となっております。これは初代のメタスピードシリーズに使われていた素材で、軽量で薄手の前作に比べて足当たりがよく全体的に守ってくれるようなアッパーになりました。この後出てきますが、ミッドソールが厚くなったことで少しぐらつきを感じやすいですが、アッパー部分の生地が前作と比べると硬く丈夫になっているので、左右へのブレも抑えてくれる仕様となっております。前作は少し甲の部分が低くタイトな作りになっておりましたが、今作は指回りが楽に動かしやすいようになっております。横や甲がきつくてサイズを上げていた方は、サイズを戻してもいいかと思います。ミッドソールは FF ブラストプラスから FF ターボと FF プラスプラスのミックスに変更となっております。前作は全面 FF ブラストプラスのクッション素材でしたが、今作は反発素材である FF ターボが前足部に搭載されました。これによりカーボンプレートでの推進力だけだった前作からミッドソールの反発も加わり、より推進力を得られるような構造になりました。そして何よりの変更点はこちら、見てわかる通りソールの厚みです。ドロップは変わらず 7mm ですが、前足部が 35.5mm、 かかとが 42.5mm と全体的にかなり厚くなっております。これにより前作より沈み込みも反発力も向上しているので、よりシューズからの助けを得て走ることができる作りになったと言えます。40mm 超えてるとレースで使えないんじゃないのといったお声もいただきますが、これに関しては最後にお話ししていきます。内蔵されているプレートは変更ございません。前作と変わらずカーボンプレートをフルレングスで搭載しています。全体的に性能が向上した今作ですが、先ほどアッパーの際にもお伝えした通り、クッションがすごく柔らかく沈み込みが強くなったことで安定感がダウンし、少しぐらつきを感じやすくなりました。 FF ターボ内蔵により推進力が向上していますので、全体的に少し上級者向けになったのかなといった印象です。前作よりもペース走やスピード練習とシューズからの恩恵を得ながらスピードを出す練習向きになったのかなと感じました。以上、簡単な商品紹介になります。続いて練習での使用タイミングです。サブ 3.5 を狙う女性ランナーからマジックスピード4を考えると、ジョグや LS3 で使うには少し助力が強すぎるかなと感じました。前作もカーボン内蔵ではありましたが、ソールの厚さも厚すぎずに反発が程よく、さまざまなペースやレースでも使える万能シューズといった印象でした。今作になりミッドソール素材の変更やそもそもの厚みなど
シューズ全体から得られる助力が増えたことで、よりレース仕様になってしまった印象です。体重や筋力のある選手からすれば、ペースにかかわらずミッドソールを踏み潰せるので助力を得ることができ、スピード関係なく楽に使えるシューズだと思いますが、女性選手や小柄な選手からすると、設置時間が長くなるペースで使用すると体重が上手に乗ることができず、ブレが起きてしまいバランスを崩してしまう可能性がございます。柔らかいと感じるシューズは設置時間が長くなるとよりぐらつきを感じやすくなります。なので足首が柔らかい方は特に要注意です。そういった点から練習に使うのであれば、スピード練習、ペース走専用のシューズとして別にジョグ用 LSD 用のシューズを持っておくといいかと思います。これはゲルカヤノやゲルリンバス、ノバブラストなど単発素材を使ってないシューズがおすすめです。この辺りのシューズはリカバリー用としても使えるので一足持っておくと便利だと思います。最後にレースシューズとして使えるのか、先ほども挙げた通り一定以上のペースを出すのであれば非常に有能ですので、マジックスピード4の設定タイムである、サブ4からサブ 3.5 には適していると考えられます。前半から中盤はその反発を生かしてぐんぐん進むことができるので、想定しているペースも出しやすいですし、前半貯金なんかもしやすいとは思います。気をつける点としては、後半ペースダウンの時にベタッと足をついてしまうとぐらつきが起きてしまう可能性が挙げられます。そういったことが起きないよう、できる限り一定のペースで走り切ることを意識して履くのがおすすめです。レース用で使いたいけどぐらつきが心配という方は、機能性インソールを交換して使っていただけると安定感がアップするのでおすすめです。正しく扱うことができれば必ず目標達成に力を貸してくれるシューズだと思います。厚みに関しましては、日本陸連登録をしている方、大型のマラソン大会には使用できませんが、登録をしていなかったり日本陸連公認大会でなければ使用可能です。タイムを設けている大会もございますので、そちらはぜひ大会要項をチェックしてください。まとめると、全体的に機能向上、よりスピードが出しやすくなった。レースシューズとしての機能はトップシューズにも引けを取らない。柔らかくなりすぎたのでスローペースでは使いにくくなった。体重や筋力がないとバランスを崩しやすくなったので万能性が下がったという感じです。私個人としては福岡マラソンのレース用の候補にぜひ入れたいと思います。女性ランナーさんや小柄なランナーさんからすると、各ブランドのトップシューズは硬くて曲げれないといった話も聞きます。これはどれだけタイムが速くなっても同じことで、そもそもの体重や筋力が足りないなんてことがざらにございます。そういった選手は無理してトップシューズを履かずに、ぜひマジックスピード4を履いてみてください。20キロ以降の足持ちが変わり、最初のペースはトップスピードと比べると出しづらいと感じるかもしれませんが、最後まで一定ペースを維持でき、タイム向上につながるかもしれません。トップシューズに比べると金額も試しやすい価格となっております。毎年大人気ですぐ完売してしまうので、すぐチェックしてくださいね。それではこの動画に関しまして、高評価、低評価、コメント、チャンネル登録、宮根のインスタ登録もぜひお願いいたします。練習頑張りますので皆さんも一緒に頑張りましょう。それではまたね、さよなら。